今年からバイクの登録代行費用なくなったんだっけ？本当は以前から取っちゃダメなんですけど、ガチガチに厳しくなったって聞いたよ。やらかすと販売店の人たちが刑務所入りするかもしれませんね。あ、ペンタロウさんだ。バイクの登録代行費用が請求されなくなる話をしていました。そうだね、さすがにみんなやめるだろうね。詳しく教えて。じゃあ法改正の話と合わせてどうなるか詳しく話そうか。こんにちは、ペンタロウです。自動車バイク販売店によく請求されていた登録代行費用、本来真っ黒な違法行為ですが、2026年1月の法改正でより厳格運用されます。違法な請求が続くのかどうか、またユーザーとして販売店としてそれぞれの立場でどう対応するのか適切か、行政書士ペンタロウが詳しく解説します。1、販売店の登録代行費用がなくなる。行政書士法改正。2026年1月から改正行政書士法が施行されたね。これによって販売店が登録費用を請求したら刑務所行きですね。じゃあさすがに登録代行費用を請求してこなそうだね。法改正の大きなポイントは19条に、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て行政機関への申請を代行しちゃいけないと明示されたこと。もうこれでサポート料とか名目をごまかして登録代行費用を請求することも完全にできなくなりました。今まではごまかせたの。登録代行費用と書かずに登録は無料という体で、サポート料とかデリバリー代とか名前を変えて請求してごまかしていた例もあったみたい。自動車バイクの販売店は堂々と登録代行費用と請求している会社も多かったですが、いずれにせよ登録を無料と謳おうと何の名目で請求しようと、販売店が登録業務やったら一発アウトだよと明らかにされた。じゃあ販売店が運輸支局に登録に行った時点でアウト確定なんだね。そう、有無を言わさずレッドカード。とにかく販売店が登録代行費用を請求したら原則違法行為と覚えておきましょう。販売店の人は登録代行費用を請求して自分たちで運輸支局に行ったらアウトと覚えてくださいね。ちなみに販売店が本当に無料で登録を手伝うなら OK ですが、名前を変えて実態は何か請求してるとアウトなのは今説明した通りで、これについては後でまた例外と合わせてもう少し詳しく説明しよう。行政書士法に違反すると刑務所に。もうちょっと詳しく教えて。行政書士以外が有償で行政機関への申請を代行すると違法となってるから、販売店の人が運輸支局の窓口に出す申請書類を作成して持っていったら違法行為確定だね。違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。販売店の人が申請書書いて窓口に行ったらその人が捕まっちゃうの？そう、今までは実行犯だけだったけど、今回の法改正で監督する会社も含めて捕まるようになった。最悪の場合、実行犯が懲役、会社が罰金、会社社長など指示した人が懲役という可能性も考えられるでしょうか。警察や検察の判断によるだろうね。付き合いのある販売店の人が刑務所入っちゃったら嫌だな。そうですね。そうならないように登録代行費用が見積もられていたら正してあげましょう。あなたを刑務所に入れたくないからお金払って登録代行はさせられませんと言ってあげるのが本当の優しさだね。費用をスライドしてもアウトです。さっき登録費用はあくまで無料、国税3万円とかで請求してもアウトって言ってたよね。そう、無料と言いながら他に費用を載せてたらアウト。メーカー希望小売価格100万円の車両を100万円ぽっきりで販売して、それ以外の費用は一切なく登録を無料でやってあげたというのは OK です。その場合は確実に無料なのが明らかだもんね。登録代行費用無料、謎整備費10万で合計110万とかはそこに登録費も入ってるよねと言われてアウトになるでしょう。費用をスライドしただけだからね。車両本体が110万、それ以外の費用一切なしだったら OK になりますよね。そう、メーカー希望小売価格より高く売るのは自由だから、車両本体をいくら上げても平気。そっか、潔く本体価格を上げちゃえば捕まらないんだね。とにかくサポート料だの整備費だのなんやかんやありつつ登録を販売店が言っていたら捕まると思えばいいね。ただでやってますの言い訳が効かなくなるから。
今までは OK だった？今までも本当は違法だったって言ってたよね。そう、もともと販売店がお金取って登録するのは真っ黒な違法行為。無知ゆえか確信犯か。従来から NG なことが今回の法改正で厳しく取り締まられるようになったという話ね。じゃあ今まで散々やらかしてきた販売店も多いんだね。これを機に整えないとがっつり捕まるので、販売店さんは注意してください。登録費用を請求されたら平気で登録代行費を請求してきちゃう販売店もありそうだよね。先ほどの話の通り、まさに目の前のその人が刑務所に入ってしまう可能性があるので、注意喚起するのが大人として正しいでしょう。行政書士以外の登録代行は違法行為で、あなた刑務所行きだよとまず一言言ってみようか。みんな今まで普通にやってるだろうっていう販売店の人もいそう。その場合は行政書士法が1月に改正されたからみんなちゃんとしてること知らないのっていうのがいいかな。過渡期だしいろいろありそうだね。例外として違法にならないケースもあるので、それもこの後まとめていくね。2、例外1、販売店が行政書士に委託するケース。まず登録代行費用をユーザーに請求しても違法にならないケースの1つ目。販売店が行政書士にまるっと委託している場合は条件が整えば白になる。利益を取らない場合ですよね。そう、条件は行政書士に委託する費用のみユーザーに請求するということ。ユーザーに1万円請求して行政書士に1万円払うとか。その通り、別途往復郵送料1000円とかを伝票上しっかり分けて計上して1万1000円を請求するなら大丈夫。送料3万円とかにしていたらアウトでしょうね。レターパック500円前後だしね。とにかく登録に関連して利益を出したら法に抵触すると言われて捕まるので利益出しちゃダメ。レターパックライトなら430円を2回で税込み860円プラスなら600円2回で1200円だね。自賠責保険とか10円単位で正確に請求しているように、この辺も正確な数字にすると販売店のリスクヘッジは完璧。3、例外に販売店がデリバリーだけやるケース。もう一つのパターンは完全デリバリー。申請の代行とは申請書の作成を行うことと解されているようです。じゃあ販売店の人が窓口に行くこと自体はいいの？そう、完成書類を持ってただ行くだけならね。このただ行くだけが重要です。ユーザー本人が申請書を完璧に作成してそれをただ持っていくだけの完全デリバリーなら有償でも OK となってる。国土交通省が明確にこのように事例解説しています。登録申請書及び車庫証明申請書の作成は顧客自身が行い、自動車販売会社は項をして添付書類の収集及び申請書の提出の一連の手続きを代行させ、これら手続き代行の対価として法定費用を除いた報酬を得ている場合、自動車販売会社 A が申請書の作成も添付書類及びその収集に関する書類の作成もしていないのであれば、法第1条の3第1項の報酬に該当しない。要するに書類の内容はノータッチ。完全にデリバリーに特化してデリバリー代を請求するのは OK ということ。これの条件は書類のすべての箇所をユーザー自身が埋めること、またはユーザー自身が OSS で申請を完結することのいずれかを完全に満たすことだね。申請書に名前だけ書くのはダメなの？完全にアウト。販売店が記載する部分があるのは NG。書類作成に携わっていることになるからね。OCR、手数料納付書、税申告書などすべての記載箇所を漏れなくユーザー自身で埋める必要がある。家族の人が書いてもいいよ。そこは無償だから。子供にお小遣いあげて書かせたら違法になるのかな？厳密にはダメなんだろうね。友達との賭け麻雀がアウトなのと同じで。税申告書は都道府県ごとに違うので、該当する都道府県のフォーマットでないと受け付けてくれないところが多いので注意が必要です。書くとこすごいたくさんあるんだね。名前だけ自分で書いてね、他は書いておくからと言って OCR 用紙に名前だけ書かされたら違法だからダメと指摘してあげるといいかな。そうしないとその人捕まって刑務所入りだもんね。デリバリー代を請求するのは OK ということでしたが、デリバ
バリー代3万円だったらどうしましょう。3万円のデリバリー代を当局がどう捉えるかは未知数。正直申請書全部が出来上がってるならただ持っていけばすぐ車検証とナンバーもらえるから、3万円払うくらいなら自分で持っていくのが一番いいんじゃない？いっぱい書かされて3万円取られるとか意味わかんないよね。それか運輸支局をお使いデリバリーサービス使えば数千円で車検証とナンバープレートを自宅まで送ってくれるから、それが楽かな。4. ユーザーとしてどうするか。結局バイク買うときどうするのがいいんだろう。いくつかのパターンがあるけど、まず一番スマートなのは自分で全部やること。申請書を作れば窓口に出すだけで登録手続きは簡単に終わります。バイクは新車なら OSS でマイナンバーカードを使ってオンライン申請する手もある。ただし車検証を取りに窓口に出向くから正直紙の方が楽だけど。確かに自分でやるのが一番スマートだね。平日4時までに窓口に行けない場合は自分で外部サービスに依頼する方法もあるね。ネットのサービスを使うか地元の行政書士に電話するかのいずれかになりそうです。そっか、行政書士がやってるサービスに直接依頼しちゃえばいいんだね。販売店に書かされて申請書が完成しているなら運輸支局をお使いサービスに頼むともっと安い。便利なサービスがあるんだね。あとはデリバリーだけ販売店に委託するパターンかな。5000円くらいとかだったら販売店にデリバリーしてもらうのもありだよね。書類全部書かされてデリバリー3万円と言われたら付き合い方をちょっと考えた方がいいでしょう。デリバリー3万円払えって販売店が強制しちゃうと今度は公正取引委員会に狙われるから、販売店の人はくれぐれも強制しないようにすると安全かな。ビジネスはクリーンでありたいよね。ビジネスといえばペンタロウさんステッカーできたの？デザインできたから生産中。販売もするんですか？今回の生産はノベルティ用だけど、これから販売用も作っていくかな。キーホルダーとかリクエストあったよ。帽子などもリクエストされていましたよね。LINE スタンプもリクエストあったね。いっぱい要求あってありがたいよね。出来上がりが楽しみです。そうだね、待ち遠しいね。忙しいけど頑張ります。今回こちらの世界のペンタロウはグッズのデザインで忙しいようですが、完成したら順次公開していくので楽しみにしていてください。よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。続く。